はい、こんにちは。今日はね、スナイパーライフルやっていきたいと思います。前回、前々回と銃器を作ってきた結果、一番重要なのは命中率なんじゃないかってな結論に至ってるので、命中しやすい銃器を作りたいということで行ってみましょう。まず弾を作っていくわけなんだけど、火薬はピストルの回で試した感じ 0.1 キロぐらいで必要以上に飛んでいくことが分かったので、同じように 0.1 キロのものを用意します。ただし弾頭が大きすぎると飛ばないことがロケットランチャーの回で分かってるので、弾は軽く作った方が良さそうですね。で、ピストルで使った弾頭はこんな感じだったんだけど、弾がまっすぐ飛ばなかった要因の一つとして、平べったい形だと多分空気抵抗を受けやすいんじゃないかな。なのでこいつをさらに細くしたいところなんだけど、これ以上小さくすると消えちゃいますね。もうちょっと長い鉄を持ってきて、こいつを半分にダメかもっと長いやつを細くすればいけるかもしれないんだけど、あまり弾を長くすると今度は前後のバランスに問題が出そうなので、これでいってみます。これをちゃんとまっすぐ飛ぶように火薬の真ん中にくっつけて、あとは着火用の松ぼっくりをくっつけときます。よし、これで弾は完成で、着火用の仕組みはタングステンに電気を通す電熱式ですね。この仕組みはここ最近使ってるウェポンラックを使い回します。とりあえずちゃんと飛ぶかどうか確認してみると、よし、ちゃんと飛ぶし、かなりまっすぐ飛びますね。何回かやってみた感じ、やるときによって誤差は出るみたいなんだけど、この距離だとかなり正確に飛んでますね。よし、動作確認はこれでいいとして、銃本体を作っていきます。で、今回はこのウェポンラックのこの部分に実装しようと思ってて、電池は邪魔になると思ってたので、予定では電池の位置を配置換えするつもりだったんだけど、いざやろうとした時にここにいい感じの隙間があることに気がついたので、ここを弾が通る感じで作ってみましょうかね。隙間は細いんだけど、理論上弾は十分通るはず。試しに撃ってみると、問題なさそうですね。しかもここの隙間がちょうど照準器みたいになるので一石二鳥ですね。ただ実際に手に持ってみると重くて持ち上がらないのと、かといって置いたまま照準器として使うには姿勢に限界があるのが問題ですね。現実のスナイパーライフルだと寝そべって狙ったりするんだけど、これね、試しに寝そべったらどうなるか試してるんだけど、この世界で寝そべっても
こんな格好にしかならないのって、その方法は使えないですね。ベアリングホルスターで持ち上がらないことはないんだっけと、とりあえず先にスイッチをつけて、固定した状態だと問題なく動きますね。持ち上げて操作してみると、全体のバランスが悪くって安定しないですね。全体のバランスに関しては多分当初予定してたように配置換えをした方が良かったんだけど、もうこの設計の方が気に入っちゃってるのでこのままいきます。一応前の方に飛ばせたりもするし、まぐれあたりで遠くに離れた柱に命中したりもするんだけど、これは精密射撃とは言えないですね。つっかえ棒をつけてみたところ、悪くはない感じだったので、これでしばらく練習してみました。ただある程度狙えるようになった段階でビーム砲を狙えるかどうか試してみたんだけど、これかなり上を狙わないといけなくって、その分照準器を狙うために頭を下げないといけないので、やっぱり姿勢が取れない問題に戻りますね。専用のスタンドを用意したりもしてみたんだけど、ベアリング一つの可動式だと縦か横にしか動かせないし、かといってベアリング2つにするとかなり不安定になる上に、打った直後に衝撃でよじれたりするので、いまいち安定して打てるような気がしないですね。つっかえ棒を長くしすぎるとそれはそれでバランスが悪くなるし、何かいい手段はないものかって考えてたところに、ちょうどいい狙撃場所を見つけました。前回潰したドローン基地の近くにでっかい石があって、ここに設置すればうまいこと狙撃できるんじゃないか。覗いてみた感じ、いい感じに狙えそうですね。つっかえ棒みたいな感じで石を置いとけばさらに安定して狙えそうです。よし、では実際に戦ってみましょう。とりあえずは一番近いビーム砲を狙ってるんだけど、弾が細くて見えないせいで本当に飛んでるかどうかわからないので、試しに壁とか木を狙ったりして確認してます。ごちゃごちゃやってる時とかで意図しない部品がくっつくこともあるんだけど、差し当たって大丈夫そうですね。で、何回か打ってる間本体がぶっ壊れたりすることもあるんだけど、多分でっかい石の上に乗せてるせいで反動のダメージが大きいのかな。火薬の割にはダメージが大きすぎる気がするんでね。基本ロードしてやり直してるので、ひとまず一発撃てれば OK です。お、ちょっとカメラに映らなかったんだけど、いい手応えがありました。確認しに行ってみると、柱を破壊してますね。か
なり惜しいところまでいけたみたいです。戦力としてはこれでも十分な成果と言っていいんだけど、どうあってもビーム砲を破壊したいので引き続き試していってます。そしてビーム砲を破壊できました。これ本人からは煙でよく見えなかったので周囲を確認してるんだけど、ちゃんと破壊できてますね。本体がめちゃくちゃに壊れてるんだけど、とりあえず本拠地に戻りましょうか。ということで思ったより早く目的を達成できたので修理しながらお話ししようと思うんだけど、そもそもここ最近使ってたこの十字架型の装備かっこいいっていうコメントもいただいてたんだけど、実はトライガンっていう作品に登場するパニッシャーっていう銃がモチーフになってます。で、いつもアニメネタのやつはタイトルにつけるくせになんで言わなかったのかというと、うまく作れないからですっていうのもね、このパニッシャー複数の武器を内蔵してる銃で、同じトライガンシリーズの中でも作品によって内蔵武器が違ったりはするんだけど、ピストルを積んでたりロケットランチャーを積んでたりってどう考えても私の技術では複数同時には積めないんだよねしかも今回のスナイパーライフルを実装した箇所は本当はマシンガンを積んでる箇所なんだけど、このサイズのマシンガンはちょっと作れそうにないですねあと飾り付けはつけても吹っ飛ぶことが分かってたのでただの合金で作ってたんだけど、せっかくなのでサムネ映えするようにパニッシャーとして作ってみました。細かすぎる部品はこの世界では無理なんだけど、自分で思ってた以上に綺麗にまとまりましたねよし、ここで使わずに終わっちゃうとサムネ詐欺みたいになっちゃうので、これでもっぺん戦ってみましょう。戦い方はさっきと同じなんだけど、手前のやつは破壊したのでもう一つ奥を狙っていきます。って言ってもね、さっきも言った通りやっぱり飾り付けが壊れるというか、ぶっちゃけあとはできるだけ派手にぶっ壊れる映像が撮れればいいオチになるかなって思いながら撃ってるんだけど、柱を破壊できましたねしかも本体はおおむね無事ですね爆破落ちにしようと思ってたんだけど、これはこれでいい成果が出たのでこの辺にしときましょうかということでスナイパーライフルやってみたわけなんだけど、根本的な弾の構造自体は前々回のピストルと同じで、大型装置への組み込みとスイッチの仕組みが前回のグレネードランチャーの仕組みと同じで、あとはこれらを作っていく中で得たことをいろいろ詰め込んだ感じですね。で、銃に関してもまだまだやれることはあるんだけど、
一旦置いといて、火薬は単純に爆発でダメージを与えるってこともできるので、それを試してみましょうか。ということで、次回は爆弾やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。